ヒネズミよ、お前は何が許せない。キャラクターが勝手に動くっていう現象が、そのものが何を表現しているのと、その延長線上に色が見えてくるかな。ラストの花火のシーン、多分今まで見たことのない花火。薬売りがちょっと表情が豊かになったかなっていう、人に感情移入するような、そういった感じの表情を多めに入れてますね。だが許せないと泣いている。カラカサよりも憂いを秘めた目で今回描いてますね。話がそんなに明るい話でもないので、それに合わせた形でちょっとしっとりとした感じの演技にさせてます。あなたのそういうところが嫌いなのよ。と薬売り以外のキャラクターにも結構性格がどんどん出てきたっていうのがアップデートな箇所ですね。女中さんの性格っていうのはやっぱり一章、カラカサだと分からなかったんですけれども、やっぱり2章になって女中さん、お中郎さんの、性格が出てきたなっていう、物語上そういうことにはなってはいるんですけれども、作画する面にも再確認することができて、すごくアニメートする時の勢いにはなりましたね。いけキャラクターが勝手に動くっていう現象がですけれども、キャラクターの性格が頭の中に入ってるとそういうのになりやすくて、これはすごく鉛筆が乗っていい原画が描けるなっていう感じはします。走り方一つをとってもやっぱりキャラクターの性格をそのまま反映して走るっていうのは描く前からもイメージできちゃうので、それがすごく勝ちパターンになるっていう。この毒はあなたに飲ませるためのものでしょうから。そのものが何を表現しているのか、一体どういうふうな性質のものなのかっていうことを考えていくと、その延長線上に色が見えてくるかなっていう気はしてて、それはパターンということではなくて、そのお話の中での特異性とかも多分あると思うので、そういうことを理解した時にこういう色かなっていうのが出てくるっていうのは確かにありますね。本編で毒を注ぐという芝居があるんですね。本当に一カット一カットがもう何個もあって短い尺で見せていくっていう風な演出なので、ただパッと分かりにくいと嫌だと思ったんで、その中で例えば毒の溶けていくのが1秒ないぐらいのところでふーっと薄くなっていくとか、そういう変化も含めて色は考えています。僕の中では結構うまくいって分かりやすい処理はそうだったかなっていうところはありますね。あとオープニングのところの炎がついていくやつ、あれ鈴木監督の方から最初はこういうイメージでこのことやりたいんで色調整してくださいって素材が来たんですよ。で僕それだけだとつまんなかったんで、途中からどんどん普通の炎が色変わっていくっていうのをちょっとつけさせてもらって、芝居をで、そしたら監督の方で OK にしてくれて、そのまま使っていただいて、なんかちょっとそれはむしろ楽しかったかなっていう気がします。あとはヒネズミに関しての炎の色ですとかね、こういう風なバランス感で感じを作ればいいかなとか、そういうのはやってました。熱さをどう表現しようかっていうのがちょっとあったんですよ。熱いって熱がるじゃないですか。でも爽やかな色なんで、意外とそこのところがね、なんか大丈夫だったのかなとは若干思いましたけど、ただあれが普通の炎だったら何の面白さもないし、画面的にも怪しい感じがしないので、単なる火事になっちゃうんで、そうならないことっていうと、やっぱりああいう風なパステル調の透明感があるような色を模索して布気を作っていこうっていうのはありました。ただその怨念の塊みたいな感じで出てくるこの大ネズミに関しては、基本的には黒っぽいものからそういう色のものを吐くという、その押し出しの強さみたいなのはそこで作れるんじゃないかなっていうのは考えてましたね。これは大ネズミの設定なんですけども、これですよね。この割れ目の中にこういう風な色を入れることによって、体の中はこんだけ熱くなってるんだっていう風なのが出るといいかなと思って作ってました。でこれの影響を受けてこういうことですね。表面は炭化して黒くなってくるんだけど、その中は火があって燃えてるっていう、そういう印象をヒネズミに取りつかれて燃えてしまった連中の処理としては一応考えました。体の中は熱く熱を持って炭素が燃えてる感じにした方が、ちゃんとそのセリフに乗っかって芝居に乗っかって熱さがそこに見えるんじゃないか、画面で表現できるんじゃないかっていうことで、ああいうふうにオレンジ色の火が体の中にはあるんだっていうふうな作り方にしてました。
中に見える火とかっていうのはキャンプに行ったりとかした時に火の燃え方とか炭の燃え方とかっていうのを非常にこれはここで使おうと思ってね入れさせてもらいました。一章の時はとにかく初めてやることだったんで、まず全体の見た目をなんとかものにしなきゃいけない、みんなが見て納得するもの。2章からはさらにそれをカットごとに割と微細に調整していくみたいな作業を付け加えていったっていう感じですかね。ひねずみの場合はすごく主観移動するカットが多いんですね。その迫りゆくひねずみが廊下をバーって駆けていくようなシーン、あれに合わせてテクスチャーがどんどん手前に来るっていうような動きをつけなきゃいけないんですけど、その作業は結構大変なんです。これはだから複数のテクスチャーをオーバーラップしてどんどん重ねていくみたいな感じで、こういうカットがちょっとひねずみが多かったので、これはちょっとなかなか大変だなと。これは CG の 3D の背景ですね。カメラで動いてる。でこれに対してこの大きいのが今テクスチャーなんですけど、これがこの背景に合わせて動かして移動していくと。だからこれがもし止まっちゃってると一番前に1枚紙を置いてるなっていうだけになっちゃって、それだと紙に書いたって感じにならないじゃないですか。この動いてる範囲全部が紙に書かれたっていう感じにしたかったので、それであえてカメラの動きに合わせて紙の方も動かしていくっていう処理を入れてます。でも実際には平面なので3次元空間に合ってるわけじゃないんですけど、この空間に絵をいわゆる 3DCG でマッピングみたいな形で貼ってるわけじゃなくて、完全に 2D で追っかけてるっていうだけですね。だからカメラの動きが激しければ激しいほど大変だなと。もののけよ帰れ。もののけがやられた後に紙吹雪になって降ってくる、紙吹雪のカットはちょっと結構大変なんですよね。紙吹雪自体はそのプログラムで降らせるんですけど、キャラクターのアップとかだったら後ろに降ってるカットだけなので、床が見えてる場合は降ってきて床に落ちてふわふわ漂ってる、あるいは床にも落ちて止まってるものがあったりとかって、ちょっとそういうニュアンスをつけなきゃいけないっていうか、それを一章でやっちゃったのでそれはオーダーがあったんですけど、それをやりたいで、2章も同じようにそれはやらなきゃ当然ですし、3章もやることになると思うんですけど、最後に紙吹雪降ってくるっていうのは伝統的なもののけの中での表現なので、ちょっとその辺のニュアンス調整とかは微妙になるので、それは僕の方でコントロールして直接演出さんとか監督とやり取りするっていうふうにして、2章だとラストの花火のシーン、あれはすごく綺麗にできたし、多分今まで見たことのない花火っていうか、これは最後の花火が上がってるシーンですけど、細かく実は分かれてまして、上がってドカーンと開くやつなんですけど、一個一個がこういう形で色ごとに分けて作ってるんですけれども、これもこの中でこういうふうに素材がバラバラに分かれてて、これが打ち上がってるところ、これが花火の本体、それからこの花火から飛び散る火花みたいな、打ち上がって開くっていうのはオーダーとしてあったんですけど、このキラキラ火花が飛び散るみたいな僕ので後から付け足してる要素ですね。こういうよく見るとこういう花びらだったりとか、キラキラももちろん入ってます。これ全部組み合わせて作ってるっていうことになりますね。あとこの花火の背景にこういう光っていうんですかね、これが入りますので、これを全部合わせるとこういう感じになります。で微妙に時間差をつけたりとか、この辺は結構監督の方からも細かいオーダーがあって、ちょっとニュアンスを調整するオーダーとかが、これは結構細かくいろいろなものが入ってましたね。結構このカットは本当に見せ方はこだわりがあったんで、普通のアニメーションの中でこういう花火の表現ってまずないんですよね。いかにも絵画的っていうか、日本の伝統絵画的なスタイルっていうか、実際にビーズさんが素材として挙げてきていただいてる花火の素材ってすごいたくさんあるんですよ。10個じゃ済まないか。でその中で選んだものをここに形状とか含めてレイアウトも指示があるので、適当に置いてるわけじゃなくてかなり細かく計算して位置は決めてますね。当然この薬売りの配置とか、雲の配置とかと含めてどこに花火を置くかみたいなのが結構細かくビーズさんの方でも計算されてる。あなたはそれを野放しにしているだけでしょ。キャラクターが強い表情をするので、怒ったりとか泣いたりとか、感情はカラカサよりも強く今回反映されてますので、いい感じの映画になってると思います。
勝手に色彩演出って呼んでるんですけど、連続するカットによって例えば水の透け方とか見え方とか色味とかも変えたりとかをしてましたし、そういうことでシーンの持ってる緊迫感だとか連続性だとか時間軸でこう積み上げていくものとかっていうのは色の変化とかそういうことで表現できるものはやろうとしてアプローチはしてます。そういうことも含めて見届けるように2度3度見てもらいたいなっていう感じがありますね。一章って割とこう全体的にこう圧がすごい強かったと思うんですよね。お話自体もそう大奥全体に圧迫されてくるっていうような、今回ももちろんそれもありつつ、もうちょっとこう空間が重要というか見える感じだし、結構大広間は横に広い空間ですけど、最初の例えば老中たちのいる部屋なんかも結構縦に広い空間だったりするんですよね。そういう比較をこう見ながら考えていただくと、そこにいるキャラクターたちが何考えてるかとか、こうドラマの中でどういう意味があるのかとかってちょっと深く見れたりするのかなっていうのが、真に守るべきは生まれ来るやや子にございましょう。もう決めたのです。許せ。